ここに一枚の写真がある。東京裁判の被告席の姿である。この白黒写真に AI で色を与えてみる。白黒の写真はどこか遠い時代の記録に見える。だがカラーになった瞬間、一気に現実味が増す。この被告席に座る男たちの遺骨をめぐってほとんど知られていない物語が戦後の日本にあった。愛知県の南三河湾を見下ろす三金山の山頂にほとんどの日本人が知らない一つの廟がある。純国七子廟。眠っているのは昭和23年12月23日巣鴨プリズンで処刑された東條英機ら7人である。だが考えてみてほしい。この7人の遺骨は本来この世に残らないはずだった。アメリカは7人の墓が作られることを恐れ、遺体を遺族に返さず灰を海に捨てる方針だったからである。7人は骨まで消されるはずだった。ではなぜ遺骨は愛知の山の上にあるのか。答えはこうである。処刑から3日後の未明、米軍監視下の火葬場から命がけで骨を盗み出した男たちがいた。弁護士と住職2人の一夜と骨を4年間隠し続けた観音堂と、そして山頂の廟に骨がたどり着くまで。この動画ではその知られざる道のりをたどっていく。先に断っておきたい。この動画は東京裁判や戦争責任の評価には立ち入らない。語るのは遺骨を家族と祖国に返したいと願った人々の情の物語である。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。昭和23年11月12日、東京市ヶ谷の法廷。2年半に及んだ極東国際軍事裁判、いわゆる東京裁判は25人の被告に判決を言い渡した。そのうち7人が絞首刑、残る被告たちには終身刑などが言い渡されている。法廷が置かれたのは市ヶ谷の旧陸軍士官学校の講堂。かつて日本陸軍の中枢だった建物がそのまま裁きの場になった。改定から判決まで2年半。出廷した証人は延べ400人を超え、審理は膨大な記録を残した。まず絞首刑とされた7人の名前だけを紹介しておく。東條英機、開戦時の首相にして陸軍大将。この人物の生涯は別の動画で詳しく語っている。板垣清志郎、陸軍大将。満州事変を主導した一人である。土肥原賢治、陸軍大将。大陸で特務工作を指揮した男。松井岩根、陸軍大将。南京攻略戦の司令官だった。この名前は後ほどこの物語の核心でもう一度登場する。木村平太郎、陸軍大将。ビルマ方面軍の司令官だった。武藤明、陸軍中将。陸軍省軍務局長を務め、戦争末期にはフィリピンで山下智之の参謀長を務めた男である。そしてただ一人の文官、広田光輝、元首相であり元外相。広田は裁判でほとんど自らを弁明せず、一切を引き受けるように沈黙のまま死を受け入れていく。その姿派、後に城山三郎の小説落日もゆに描かれた。この裁判については今日まで様々な評価がある。正当な裁きだったという意見も、勝者による裁きだったという意見もある。11人の判事の中には全員無罪を主張した判事も一人いた。その名はこの動画の終盤でもう一度出てくる。だがこの動画はその論争には立ち入らない。ここから語るのは判決の後に起きた遺骨をめぐる知られざる物語である。判決から41日後、昭和23年12月23日の未明である。東京
巣鴨プリズン。処刑前夜の巣鴨を写した写真が残されている。7人の処刑はこの日の午前0時過ぎから2組に分けて執行された。最初の1組は東条英機、松井岩根、土肥原健二、武藤明の4人。続く1組が板垣清志郎、広田幸喜、木村平太郎の3人だったと記録される。その最後に立ち会った1人の日本人がいる。巣鴨プリズンの教会士花山新章。死刑囚たちの心に寄り添い続けた仏教の僧侶である。花山の記録によれば、処刑を前にした7人は取り乱すことなく静かだったという。公主台へ向かう前、7人は花山と共に般若心経を唱え、そして声を合わせた。天皇陛下、万歳。万歳の賛唱がコンクリートの建物に響いた。別れの席では葡萄酒の杯が交わされたことも花山は書き残している。死を前にした男たちとの静かな別拝である。それがこの世への別れの声だった。一つ付け加えておくべきことがある。この12月23日は当時の皇太子殿下、後の上皇陛下の誕生日である。処刑日がこの日に選ばれたことについては、偶然だったという見方と意図的だったという見方があり、今日まで議論が続いている。この動画では事実として日付だけを置いておく。夜が明ける前に全ては終わった。7人の遺体は米軍のトラックに乗せられ横浜へ向かった。だが遺族のもとへ帰るためではなかった。米軍の方針は明確だった。遺体は遺族に引き渡さない。墓を作らせない。理由もはっきりしている。墓が作られればそこが崇拝の場所になりかねない。7人が殉教者として祭り上げられることを占領軍は何より恐れたのである。これは日本だけの話ではない。イタリアの独裁者ムッソリーニの遺体が処刑後に支持者の聖地となることを恐れて隠されたように、敗者の墓を管理することは戦後処理の定石だった。遺体が支持者の手に渡れば墓が旗印になる。占領軍はその教訓をよく知っていたのである。12月23日の朝、7人の遺体は横浜の久保山斎場に運び込まれた。火葬は米軍の完全な監視下で行われ、日本側の関係者は遺体に近づくことすらできない。立ち会いを許されたのは米軍の将校と兵士だけ。日本の報道陣は締め出され、火葬の写真は残されていない。棺の行方を国民は誰も知らされなかった。そして焼き上がった遺灰は米軍が容器に収めて持ち去り、航空機から海へ散布されたとされる。撒かれた場所は横浜の沖合とも太平洋の上とも言われ、正確には今も分かっていない。つまり7人は墓どころか骨の一片さえこの世から消されるはずだったのである。遺族には遺体も骨も何も残されない。それが占領軍の答えだった。だがこの徹底した方針に気づいていた男たちがいた。そして彼らは諦めていなかった。一人は弁護士だった。名前は三文字昌平。東京裁判で被告の一人、小井即二焼の弁護人を務めた男である。三文字を動かしていたのは思想ではない。裁判の当否がどうであれ、死んだ者の骨は家族のもとへ返すべきだ。その人としての情である。三文字は裁判を通じて遺族たちの姿を間近に見てきた。夫の遺体すら、父の骨すら返されない家族たち。その無念を法廷の外で晴らそうと決めたのである。三文字は密かに調べ始めた。そして目をつけたのが久保山斎場の隣に立つ寺、高禅寺だった。斎場とは塀一つ隔てた隣である。境内からは火葬場の煙突が見える距離だった。住職の名は市川優。三文字の思いを聞いた住職は協力を決意する。見つかれば自分の寺も無事では済まない。それでもである。さらにもう一人、久保山斎場の斎場長も密かに二人へ力を貸した。火葬の現場を知り尽くした内側の協力者である。
発覚すれば職を失うだけでは済まない覚悟の協力だった。その最上長から決定的な情報がもたらされる。米軍は大きな骨と肺は持ち去った。だが火葬の後に拾いきれなかった細かな骨は西条の残骨灰置き場に捨てられていると。残骨灰置き場、引き取り手のない骨が集められるコンクリートの穴である。そこに7人の骨のかけらがまだ残っているはずだ。それが男たちの読みだった。あとはいつ決行するかである。処刑から3日のと12月26日の夜である。クリスマスの直後のこの夜、男たちは決行を決めた。米兵たちが祝日気分の抜けきらない警備の緩む夜、それが狙いだったと伝えられる。夜陰に紛れて三文字と市川住職は米軍の監視が及ぶ斎場へ忍び込んだ。見つかればどうなるか。占領政策への重大な違反である。日本の警察ではなく米軍の軍事裁判にかけられる。弁護士、生命どころか身の安全さえ保証はない。当時は新聞さえ GHQ の検閲下にあった時代である。まして戦犯の遺骨の持ち出しなど前例のない行動だった。それでも二人は残骨灰置き場の穴に手を入れ、冷たい灰の中から骨のかけらを拾い集めた。どれが誰の骨かなどわかるはずもない。7人の骨は灰の中で混ざり合っていた。集められた骨と灰は骨壺一つ分。二人はそれを抱え夜の中を戻った。この時持ち出された骨が後に純国七死病に眠る遺骨のすべてである。そして覚えておいてほしい。灰の中で混ざり合った7人の骨はもう二度と一人一人に分けることができなかった。7人の墓が7つではなく1つの廟として建てられることになる理由がこれである。7人は死んで後も一つに眠る。なおこの夜の出来事は三文字自身が後に語り残した回想などによって今日に伝わっている。起点を犯して持ち出された骨壺はまず隣の光禅寺へ運び込まれた。だが米軍の目と鼻の先である長くは置いておけない。翌昭和20周年の5月3日、骨壺は密かに横浜を離れ、静岡、熱海の山の中腹にある一つの観音堂へ移された。講和観音。この観音堂こそ、この物語の最大の因縁である。時は遡って昭和15年。この観音堂を建てた人物は、南京攻略戦の司令官だった陸軍大将、松井岩根。そう、巣鴨プリズンで処刑されたあの7人の一人である。松井は昭和12年からの上海と南京の戦いで日本軍だけでも数万の将兵を失った。中国軍の戦死者はさらに多かった。戦いを終えて帰国した松井は軍を退き、私費を投じて熱海の山に観音堂を建てる。祀ったのは日本の戦死者だけではない。敵として戦った中国の戦死者も全く等しく弔ったのである。講和の講派、起こすという字、アジアを起こすという意味の名である。観音像は上海と南京の戦場の土を運ばせて焼き上げたと伝えられる。敵も味方も死ねば等しく仏である。松井は戦後、公職を離れて熱海に隠居し、毎朝この観音堂に上がり、経を唱える日々を送っていた。昭和20年の秋、戦犯として逮捕されたのも、この観音のふもとの自宅でのことである。祈りの日々から巣鴨の独房へ、そして甲州台へと松井は向かったのだった。その松井が処刑され、海に消えるはずだったその骨が、他ならぬ松井自身が建てた観音の下にかくまわれた。自らが建てた慰霊の場所に自らの骨が眠る。事実は小説よりきなりという言葉があるが、これほどの因縁はそうはない。こうして7人の骨は熱海の山で長い沈黙の歳月に入る。占領は
まだ続いている。遺骨の存在が占領軍に知られれば没収され、今度こそ海に消える恐れがあった。だから骨のありかはごく限られた者だけの秘密とされた。熱海への移送もごく限られた者の手で密かに行われている。遺族の多くにさえ当初は場所が明かされなかったと伝えられる。高阿観音の住職たちは正体を明かせない骨壺をただ守り続けた。季節が巡っていく。昭和26年9月、サンフランシスコ、吉田茂首相が講和条約に調印し、翌昭和27年4月28日、条約は発効した。6年8ヶ月に及んだ占領が終わり、日本は独立を取り戻したのである。この日を待って、ようやく7人の遺骨が講和観音にあることが世に明かされた。処刑の夜から4年、遺族たちは初めて堂々と手を合わせることができた。占領の終わりとともに、講和観音では遺族らによる法要が公に営まれるようになっていく。昭和34年には観音堂の傍らに七死の日と刻まれた自然石の碑が建てられる。大字を書いたのは講和条約に調印したあの吉田茂である。一国の首相を務めた男の筆が、かつて消されるはずだった7人の碑に名を与えた。だが物語はここで終わらない。遺骨は次の場所へ向かうことになる。海を見下ろす山の上である。遺骨を取り返したあの弁護士三文字昌平にはまだ果たすべき仕事が残っていた。隠すための場所ではなく、堂々と眠るための墓を7人に作ることである。三文字は講和条約の発効とともに剣母の運動を始めた。だが場所探しは難航する。引き受ければ批判を浴びかねない題材である。国内の反対の声もあり、アメリカ国務省が懸念を伝えてきたという記録さえ残る。昭和33年、東京で剣母の計画が発表されると、批判の投書が届き、新聞には賛否の声が載った。それでも手を挙げた土地があった。愛知県の波津町、現在の西尾市である。三河湾を見下ろす三金山の山頂が墓の場所に選ばれた。標高は300メートル余り、海と空を一望する明るい尾根である。昭和35年6月29日、純国七死病は建立された。この名前の意味を説明しておきたい。純国とは国に準じる、国に命を捧げるという意味。七死は7人の死、つまり7人の男たち。そして廟とは死者の霊を祀る建物、御霊屋のことである。国に準じた7人の死の御霊屋。それがこの5文字に込められた意味だった。高さおよそ5メートルの碑石に刻まれた純国七死の墓の文字。記号したのは時の名首相岸信介である。碑の下にはあの夜に拾い集められた遺骨が7人一つのまま収められた。受け入れた町のそばにはこんな声もあったと記録に残る。山が有名になるならそれも結構なことだと。批判を承知で迎え入れた三河の人々の懐の深さだった。同じ年の8月16日には第1回の慰霊祭が営まれ、以来慰霊祭は毎年続けられている。山頂の廟へは今も参道の石段が続いている。海に消えるはずだった骨は12年の歳月を経てようやく安住の地を得たのである。ここで7人が残した言葉をいくつか置いておきたい。教会士の花山新章が立ち会い、後に著書平和の発見などに書き残した記録からである。評価はしない。言葉だけを置く。東条英機は時世の歌を残した。我ゆくもまたこの土地に帰りこん。国に報いることの足らねば。国に報いることが足りないから死んでもまたこの国に帰ってくるという歌である。松井岩根が最後まで案じていたのは自らが建てたあの講和観音のことだったと伝えられる。日中両軍の戦死者への弔いを後に残る者へ託していった。そしてただ一人の文官広田幸喜は裁判でも
独房でも多くを語らないままだった。弁明の言葉をほとんど残さず、すべてを引き受けるような沈黙のまま公主台へ向かった。その生涯は城山三郎の落日萌えによって世に知られ、今も読み継がれている。7人が最後に唱和した天皇陛下万歳と般若心経。その声を聞き届けた花山は後に記している。7人は静かに死んでいったと。花山はまた処刑の前に7人それぞれから家族への最後の伝言を託され、後に1件ずつ遺族を訪ねてその言葉を届けたという。言葉をどう受け止めるかはこの動画を見ているあなたに委ねたい。ただその言葉の主たちの骨が今三河の山の上に眠っている。それだけは動かない事実である。遺骨をめぐる物語にはその後もまだ続きがある。一つは東京九段昭和53年7人は靖国神社に合祀された。この合祀をめぐってその後どんな論争が起きたのかは靖国神社の動画で詳しく語っている。そしてもう一つは再びの受難である。1971年の12月、熱海の講和観音で爆音が響いた。過激派グループが仕掛けた爆弾により、あの七支の火が爆破されたのである。吉田茂の筆になる火は砕かれた。このグループは後に世間を震撼させる連続企業爆破事件を起こす過激派の前身だったとされる。処刑から23年が経ってなお、7人の眠りは狙われ続けていたのだった。だが、火は後に修復再建され、講和観音の慰霊は途切れなかった。今も熱海の講和観音では、住職が松井岩根の意志のまま、日本と中国、両軍の戦死者を分け隔てなく弔い続けている。建立から80年余り、観音堂の祈りは一度も止まっていないのである。現在の三金山を訪ねてみる。山を走る三金山スカイラインは初夏7万本のアジサイが道を彩る花の名所である。観光客の多くは知らないその山頂にあの廟があることを。そして三金山には純国七支廟だけではなく数多くの慰霊碑が集まっている。フィリピンで戦死した50万の将兵を弔う秘湯観音をはじめ、各地の戦域で散った部隊の碑が尾根に立ち並ぶ。戦友会や遺族たちが戦後この山を選び、一つまた一つと碑を建てていったのである。三金山はいつしか慰霊の山と呼ばれるようになった。山に立つ慰霊碑は大小合わせて30を超えるとも言われる。純国七支廟の慰霊祭も毎年営まれ続けている。三河和湾から吹き上げる風の中、7人の骨は幾多の戦友たちの火に囲まれて一つの壺のまま眠っている。この物語にはもう一人意外な訪問者が記録されている。名はダダビノード・パール。東京裁判の判事を務めたインドの法学者である。11人の判事の中でパールはただ一人、被告全員の無罪を主張する長大な意見書を書いた。この動画の冒頭で触れた全員無罪のあの判事である。その意見書は法廷では読み上げられず、長く公表もされなかった。そのパールが1953年来日の際に自ら足を運んだ場所がある。熱海のあの講和観音である。パールは観音堂に参詣し、七支と日中両軍の戦没者の霊に祈りを捧げた。そして境内で処刑された松井岩根の未亡人と娘に会い、その手を取って慰めたと記録されている。裁いた側でただ一人無罪を唱えた男が、裁かれて死んだ男の遺骨の眠る観音堂を訪ね、残された家族を見舞ったのである。パールはその意見書の中でこんな言葉を引いている。時が熱狂と偏見を和らげた暁には、また理性が虚偽からその仮面を剥ぎ取った暁には、その時正義の女神は過去の懲罰の多くにその場所を変えることを要求するであろう。この言葉と
観音堂への参詣をどう受け止めるか、それもあなたに委ねたい。なお、パールの顕彰碑は後に東京の靖国神社や京都の護国神社などに建てられている。遥かインドから来た一人の法学者の祈りもまた、この物語の忘れられない一場面である。昭和23年の暮れのあの夜から間もなく80年になる。海に消えるはずだった7人の骨や弁護士と住職の命がけの一夜と、松井岩根が建てた観音堂の4年の沈黙と、そして三河の山の上の廟によって今もこの国に残った裁判の評価は時代とともにこれからも揺れるだろう。だがこの物語が教えてくれるのはもっと単純なことである。どんな死者にも弔われる場所がいる。骨を家族の元へ返したいと願う情に思想も立場も関係なかった。灰の中に手を入れた男たちを動かしたのはただそれだけだったのである。ゆかりの場所は今も訪ねることができる。愛知三金三山町の純国七子廟、熱海の山の中腹に立つ講和観音、そして横浜の久保山斎場とあの夜の舞台となった高善寺である。カラーで蘇った写真の中に昭和の歴史を生き、そして行った人々は確かに生きていた。私たち日本人はこの国の歩んだ歴史を光も影も忘れてはいけない。ここまでご覧いただきありがとうございました。この動画が心に残ったら高評価とチャンネル登録で応援よろしくお願いします。